こんにちは。今日は一筆編みのネットバッグの編み方をご紹介します。一筆編みで編めるので、長い糸だと一回も切らずに編めます。ぜひお好きな糸で編んでみてください。編み方の大まかな流れをご説明します。まず正面の縁を編んで、その後ネット編みの部分を編みます。次に背面の縁を編みます。最後にサイドの縁と持ち手の部分を編んで完成です。今回使用するのはセリアで購入したシェーヌという糸になります。面 70%、麻 30% のリリアン状の糸になります。カラーナンバーは2番のグレーを使っていきます。これを4玉半使って編んでいきます。かぎ針は5号 3mm を使います。正面の縁を編んでいきます。まずは鎖編みを6目編みます。1目編めたら1目目の裏山にマーカーを入れておきます。鎖編みが6目編めたら鎖編みを裏返して今編んだ鎖編みを1つ飛ばして次の目から裏山にかぎ針を入れて糸をかけて糸を引き出します。これを全部で5回繰り返します。かぎ針の上に糸を5回かけたら一番最初の目も合わせてかぎ針の上には6本糸がかかっている状態になっています。ここからかぎ針に糸をかけて1本引き抜いてまたかぎ針に糸をかけて次から2本ずつ引き抜いて右側に戻っていきます。これで1段目が編めました。2段目は1段目の縦になっている糸に横からかぎ針を入れて糸を引き出します。前段の縦目を拾って編んでいきます。一番左の目だけ手前の1本と後ろにある1本合わせて2本取って糸を引き出します。一番最初の目も合わせてかぎ針の上には6本糸がかかっている状態になっています。ここからかぎ針に糸をかけて1本引き抜いてまたかぎ針に糸をかけて次から2本ずつ引き抜いて右側に戻っていきます。
次の段も前段の縦目を拾って左側に編んでいきます。この時両サイドの端の目が同じ大きさになるように意識して編んでいきました。左に編み進める時は少しゆったりめに糸を引き出して、戻る時は少しきつめに編むように意識しています。一番左の目だけ手前の1本と後ろにある1本合わせて2本取って編んでいきます。ここからかぎ針に糸をかけて1本引き抜いて、またかぎ針に糸をかけて次から2本ずつ引き抜いて右側に戻っていきます。この動作を繰り返して合計40段編んでいきます。40段編んできて16センチになりました。数えるときは縦になっている糸が1段目なので、ここを数えると分かりやすいです。40段編めたら糸を引き抜いて左側に移動します。最終段の縦目にかぎ針を入れて糸を引き抜きます。縦になっている糸に横からかぎ針を入れて糸をかけて引き抜き左に移動します。一番左の目だけ手前の1本と後ろにある1本合わせて2本取って糸をかけ引き抜きます。今からネット編みの部分を編んでいきます。鎖編みを5目編みます。先ほど編んだこの編み地の鎖編みのように見えるこの部分に細編みを編みます。鎖編み5目を編み、先ほど細編みを編んだ次の目にかぎ針を入れて細編みを編みます。これを繰り返し左端まで40段すべてに細編みを編んでいきます。最後の目まで編めたら左右の鎖編みに分かりやすいようにマーカーを入れておきます。ネット編みの2段目を編んでいきます。鎖編みを5目編み、編み地を回転させます。前段の最後に編んだ鎖編みにかぎ針を入れて細編みを編みます。1つ目のループが編めたらここが端の目になるのでマーカーを入れておきます。鎖編みを5目編んで前段の端から2つ目のループに細編みを編みます。
前段のループに細編みを1目ずつ編んで左まで編み進めていきます。紫のマーカーが入っているところが一番最後の目になるので、ここにも細編みを編みます。3段目を編んでいきます。鎖編みを5目編んで編み地を回転させます。前段の最後に編んだ鎖編みにかぎ針を入れて細編みを編みます。マーカーを写しておきます。2段目と同じように鎖編み5目を編んで前段の鎖編みに細編みを編みます。これを繰り返し長さを出していきます。糸をつないでいきます。新しい糸を取り出し、糸端を右手に持って糸端が上になるように糸を交差し輪を作ります。作った輪の下から上に糸端を通して今まで編んできた糸を輪の右上から左下に通します。糸を引き出しておきます。輪を作った方の糸を引き締めます。次は今まで編んできた糸をつなぐ糸にこのように乗せて右側の2本の下を通しできた輪の上を通します。輪を作った方の糸を引き締めます。これで2箇所結べたので左右の糸を引っ張り糸がつながりました。糸端は1本ずつ糸を絡めながら編み、細編みのところで糸をカットします。もう1本の糸も次の段で絡めながら編んでいきます。ネット編みの部分を67段編んできました。今手前が表になっている状態です。ここから背面の縁を編みます。鎖編みを1目編んで編み地を回転させます。最終段の鎖編みに細編みを編みます。左端まで細編みを40目編んでいきます。
左端まで細編みが編めたら、編み地をこの向きにして鎖編みを5目編みます。今編んだ鎖編みを1つ飛ばして、2つ目の裏山にかぎ針を入れて糸をかけます。これを4回繰り返します。先ほど編んだ細編みの頭にかぎ針を入れて、かぎ針には糸が6本かかっている状態です。ここから糸をかけ、左の2本を引き抜き、2本引き抜く、2本ずつ引き抜いて右側に戻っていきます。これで1段目が編めました。前段でできた縦目にこの向きでかぎ針を入れて糸を引き出します。この動作を4回繰り返し、最後は本体のネット編みの部分に編んだ細編みの頭にかぎ針を入れて、ここから糸をかけ2本ずつ引き抜いて右側に戻っていきます。これを本体の細編み40目すべてに編んでいきます。すべての細編みに編めたら引き抜き編みで左に移動します。前段の縦目にかぎ針を入れて糸を引き抜きます。この動作を4回繰り返します。サイドの縁を編んでいきます。ネット編みの部分に1段ごとに細編みを1目ずつ編んでいきます。今回は67段編んだので細編みで67目編んでいきます。編み始めまで細編みを編んでいきます。編み始めの目まで来れたら、ここに細編みを4目編みます。今ここまで編めたところで、ここから持ち手を編みます。持ち手を編みます。鎖編みを55目編みます。だいたい25センチくらいの長さになりました。これをねじれがないように向きに注意しながら、正面の縁編みの左側に4目細編みを編んでいきます。
反対のサイドの部分を編みます。またネット編みの部分に1段ごとに細編みを1目ずつ編んでいきます。今回は67段編んだので67目細編みを編みます。ここに細編みを4目編みます。端の4目の手前にマーカーを入れておきます。2周目からマーカーとマーカーの間を減らしていきます。ここから持ち手を編みます。鎖編みを55目編みます。これをねじれないように注意しながら縁に細編みで編みつけます。4目細編みを編んでいきます。これで持ち手とサイドの縁が一周ぐるっと編み終わりました。ここからは立ち上がりの目は編まずにぐるぐると編んでいきます。あと少しで完成ですよ。サイドの部分と持ち手の2段目を編みます。前段の細編み2目に続けてかぎ針を入れて、糸をかけ3本の糸をいっぺんに引き抜き細編みの2目一度をします。2目一度した次の目は通常の細編みを編みます。細編みの2目一度、細編み、これを繰り返し67目を43目に減らしていきます。次は持ち手の鎖編みの部分に1目につき1目ずつ細編みを編んでいきます。今回は上の半目と裏山の2本を取って細編みを編みます。細編みを55目編んでいきます。持ち手部分が編めたら反対のサイドと同じように減らし目をしていきます。細編みの2目一度、細編み、細編みの2目一度、細編み、
これを繰り返して67目を43目に減らしていきます。一周ぐるっと編みます。3段目を編んでいきます。2段目の動作を繰り返し、サイドの部分を2目一度していきます。3段目では43目を27目に減らしていきます。4段目、5段目は減らし目なしで1周ぐるっと編みます。5段目まで編み終わりました。編み始めまで来たら糸をカットし糸始末します。細編みの頭1つ飛ばして次の目に糸を通し、糸が出てきているところに針を戻します。綺麗に見えるように糸の長さを調整して、裏の編み地に糸を絡めながら糸始末していきます。編み始めの糸も同様に裏に糸始末していきます。はい、これで完成です。完成サイズは平置きの状態で本体の深さが23センチくらい、横幅が38センチくらいになりました。持ち手が24センチくらいで、全体の縁の長さは68センチくらいになりました。今回は軽いものを入れるようにデザインしているので、もう少ししっかりさせたい方は縁の部分と持ち手の部分をもっと太くなるように何段か編み足してください。またここの部分は引き抜き編みをしたり、角のこの部分は2目一度して丈夫にするなどアレンジしてみてください。では最後に中身を入れた様子をお見せして終わりたいと思います。中に入れるものの重さにもよりますが、だいぶ上下に伸びるデザインなので、糸は伸縮性のないコットンや麻紐、ペーパーヤーンなどがおすすめです。お好きな糸で編んでみてください。この動画がものづくりのお役に立てれば嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございます。